2025年最も悲しいカップルはこれしかない。全身全霊を吸い込まれるような悲しみの中、デュアンとシューハーは必ず幸せになったと一生懸命自分に言い聞かせる。その衝撃は魂に深く刻まれ、消えることはない。この物語は宿命に翻弄されながらも真実の愛を貫こうとした2人の美しくも悲しい愛の奇跡を描いた壮大な宮廷ロマンス。権力と陰謀が渦巻く宮廷で芽生えた胸をえぐるような愛情が最後まで色あせることはなかった。皆さんこんにちは。 BL ホリックのムーニンです。ネタバレを含むのでご注意を。では早速始めましょう。北国の赤衛軍の肩にカラスの入れ墨があるという情報をつかんだ。真相を確かめるためデュアンが入浴しているところへシューハーがわざと乱入する。逆にデュアンに引きずり込まれて2人は湯の中で揉み合う形になった。水の衝撃でデュアンの肩の傷が開き、シューハーは慌てて薬を塗る。しかし探していたカラスの入れ墨は見つからなかった。翌日、皇帝に呼び出されたシューハーは北国との婚姻同盟を告げられる。一方、デュアンもまたシューハーと北国の姫との婚姻同盟を知り泥酔していた。やがて婚姻同盟の祝いの席でデュアンが自ら天井に現れる。婚姻同盟を祝うとともに彼は剣の舞を捧げると告げた。伴奏を任されたシューハーは琴の前に座り指先を静かに弦へ置く。デュアンの剣は風を切り、シューハーの琴は心を震わせる。剣と琴が奏でるのは祝宴のための曲ではなかった。刹那の輝きと悲しみが交差し、美しさはあまりにも強く目を開けていられないほどだった。その夜、デュアンは短剣をシューハーに渡す。これで自分を守れ。俺がいない時はこの短剣を俺だと思え。その声は静かで重く響いた。やがて大使は暴犯を起こし、皇帝を自らの剣で処刑。そしてシューハーが大使に呼び出される。行けば必ず命はない。死に行かせることなどデュアンにはできなかった。デュアンはシューハーを気絶させ、自分が彼のふりをして大使を撃ちに向かった。目を覚ましたシューハーは大急ぎで約束の場へ駆けつける。そこで大使はデュアンこそが北国皇帝の非敵出子であると告げる。真実を聞かされたシューハーは今までの全てが偽りだったのではないかと疑念にとらわれた。その混乱の隙を突き、大使はシューハーに刃を向ける。しかしデュアンは一瞬で距離を詰め、鋭い刀を大使の胸に突き立てた。大使は橋から転落し息絶える。血の気が引くような静けさの中、シューハーはデュアンに近づき唇を重ねるかに見えたが、次の瞬間彼から託された短剣が迷いなくデュアンの肩に突き立てられる。命までは奪わない。北国に帰れ。そう告げ、シューハーは望まぬまま南国の王となった。一方、北国に戻ったデュアンも皇帝として即位する。後に南国の市民が反乱を起こすことを知って、デュアンはシューハーを皇帝の座から解放するため、そして自分のそばに置いておくためにも、南北両国は剣を交える運命を迎える。やがて南部が陥落し、デュアンは記憶だけを頼り、北国に六王子府を模した屋敷を築いた。莫大な労力と時間を費やしながらも、彼の歩みは決して止まらない。かつてと同じ調度品、同じ香り、同じ梨の花、すべては偽物でありながら、記憶だけが唯一の真実として残っていた。
上弦節の10日の下、束の間の安らぎを分かち合う2人。しかしその夜、旧南国の勢力によって宗派を北国の国境外に救い出す計画が進められていた。宗派は復刻の使命を受け入れるが、その計画はデュアンの弟が率いる兵によって阻止され、彼は再び囚われの身となる。その頃にはデュアンの体は病に蝕まれ、昏睡の中でも宗派の名を呼び続けるようになっていた。それを見かねた弟は宗派に一度でいいから兄に会いに行ってくれと頼み込んだ。少し余談になるが、ドラマの中で明言はされてないものの、弟が兄に特別な感情を抱いていることは見ればすぐに分かった。禁断の思いゆえ言葉にはできないが、その行動や視線の全てが雄弁に物語っている。一方で宗派はもう長くない命のデュアンと最後に2人だけの時間を過ごしたいと願う。せめて一度だけ国や運命に縛られず、自由な人間として共に生きてみたかった。彼らが一番信頼できる人を集めて杯を重ね、温かな食事を囲んだ。そして3杯の酒を捧げ、2人は結ばれたのだった。梨の花が舞い散る中、デュアンは疲れた微笑みを浮かべながら、もう一度選び直しても俺はまた同じ選択をすると。その言葉の後、デュアンは国を弟に譲る決意を固め、残り少ない命を宗派と共に陰性して過ごそうと心に決める。だが南国の囚人をそのまま逃がすことはできない。シェン医者が一時的に心臓を止める薬があると提案し、北国の者たちの目の前で宗派がその薬を飲み、後にデュアンと駆け落ちする計画が立てられた。でも宗派はシェン医者にその薬を猛毒にすり替えるよう頼み、シェン医者は悲しみをこらえて宗派の最後の切実な願いに応えた。宗派は自分の兄を殺し、父や先祖が守ってきた国を滅ぼした男と共に生きることに深い罪悪感を抱いていた。しかも今もなおその男を愛している自分を許せなかった。だから彼はデュアンがこの世で最も愛する存在、すなわち自分自身の命を奪うことでしかこの愛と憎しみを終わらせられないと思い至った。2人の運命は悲劇でありながらも美しかった。宗派の魂はあの世へ向かう途中、大使と出会う。大使は輪廻に行かず、弟に謝るためだけにここに留まっていたのだ。デュアンは兄に別れを告げ、自分にも待っている者がいると話す。次の瞬間、彼の視線の先に待ち人が現れる。権力と愛、憎しみと許しが交差するこの壮大な愛憎劇はここで静かに幕を下ろす。運命に翻弄されながらも真実の愛を貫こうとした2人の美しくも悲しい愛の物語だった。来世ではどうか平凡な人として出会いますように。また次回お会いしましょう。ではでは。